今回のガレージフォルトは今話題の RTR ラジコン WPL そのラインナップの中から C541 のボディキットと FMS-FCX18 K点ブレイザーのシャーシを使って最高の1台を作りたいと思います。それではよろしくお願いします。さあ始まりました。まずはボディから。全長 320mm、ホイールベース 192mm、全幅 130mm、高さ 110mm となっております。これボディ自体をスケールで測ったのでカタログスペックと違っていたらすいません。全幅の部分はタイヤハウスの外で測ってあって、高さはボディだけの寸法です。80ランクルの革命ヘッドライト仕様の方で作っていきます。で次はベース車両 FCX18 K点ブレイザーですね。全長 336mm、ホイールベース 199mm、全幅 130mm、高さ 139mm。 これはカタログスペックで書いています。見た目はすごいかっこいいんですけど、今回はシャーシだけ拝借します。いやーかっこいいな。もうザ・アメ車って感じですよね。ボディ外すとこんな感じになってます。足回りは4リンクサスペンション、デフロック、フルタイム 4WD、ステアリングサーボはアクセルマウント、ホイールハブは 7mm、メインフレームはメタル、他パーツは繊維プラスチックでできています。ギアボックスは2速ギア切り替えの130ブラシモーターを搭載。 ESC はフライスカイ社製のものになります。そしてアクセルがポータルアクセル。もう好みが分かれるところなんですけど、僕大好きなんですよ。このシャーシが18分の1なんで地上高低くて結構当たっちゃうんですよ。なので僕はありがたいです。さあ次はパーツを見てみましょう。これも付けてあるんですが、ホイールとタイヤのセットですね。メーカーはインジョラ 1.0 ビードロックホイール、材質はスチール製でタイヤは同じくインジョラで、外径が 62mm、 幅 22mm、 オフセットはマイナス27のマットテレンタイヤ。これホワイトレターにしたら結構かっこよさそうですよね。さあ次行ってみましょう。このシャーシホイールベース 199mm ってことなんですけど、このボディだとちょっと長いんですよね。ボディのカタログ表記だとホイールベース 187mm らしいんですけど、合わせた感じ 4mm ぐらい長いんじゃないですかね。さあこれをリンクの長さ調整してぴったりはまるようにしましょう。これ最初フロントの長さ調整しようと思ったんですけど、サーボがシャーシに干渉しそうだったんでリアを短くしてぴったりはまるようにしていきます。まずはこの今手前に見えているリンク、これの長さ変えて合うようにしていきます。材料は真鍮丸棒 2mm、 ステンパイプ 3mm、 厚み 0.5、 この2つでリンクロッドを作ります。まずは真鍮棒を M2 サイズでタップを切ります。これ全部タップ切らないとステンパイプ入らないんで気をつけてください。で全部切り終わったらこうやってぐにゃぐにゃになっちゃうんですけど、ステンパイプでガッチリホールドできるんで大丈夫です。入るのが分かったら次はカットしていきます。純正リンクより少し短いところで線を振ってパイプカッターでグリングリン切っていきます。で切った後はこうやって穴が潰れてちっちゃくなっちゃうんで、ドリルで穴を元に戻します。バッチリ戻りました。ピロボールは 1.8 で穴を広げて無事入りました。今度は反対側です。必要なところより少し長く線を振ってニッパーでカット。割りが出たのでヤスリで削っていきます。よし綺麗になりました。これでピロボールを入れます。よしこれでリンクの完成。取り付けるとこんな感じですね。手間がかかる。でも完成した時の喜びが大きいんですよね。うわーダメだわこれ。アッパーのリンクが長くてちょっと傾いちゃってるんですよね。いやーこれ上もやるしかないな。作るしかない。やっていこう。よっしゃーできた。リンク完成。すっごいかっこよく見える。ボディ乗っけたらこれぴったりタイヤハウス収まってる。よっしゃ次行こう。バッテリー取り付けるところとこのシャーシを結ぶんで、まず穴を開けていきます。バリッと。そしてこっちもバリッと。よっしゃ開きました。一旦仮置きしてで位置が大体決まったらインパクトで開けていきます。バリッと。こっちもバリッと。これでフロントが OK ですね。そしたら仮置きしてみましょう。いやーまだ車高高いけど、まあタイヤの位置は大体合ってますね。
ギア側もいい感じに収まってます。次は内装行ってみましょう。いやギアボックスが内装にどっつり当たってますね。よくわかんないですねこの写真。この辺がだいたいぶつかってたんで、まずはここら辺削って様子見ていこうかな。ガッパシいきました。これでもまだ削り足りないんですよ。これ運転席の部分にちょうどモーター来て、この膨らんだ部分最終的になくなっちゃいました。でこれ最後の生命線シフトノブ、これはなんとか残せたんでよしとします。合わせてみるとこんな感じですね。いやー綺麗に収まってます。車高はちょっとまだ高いかな。後で調整します。ここにバッテリー乗るんですけど、ちょうどスイッチと ESC が来るんでカットして調整したいと思います。切ったらこんな感じですね。ボンネットの中にスイッチがあるのが理想的だったんで嬉しいです。何気スイッチ問題結構困るんですよね。でよかったです。これリアバンパーを固定するボディポストだったんですけど、これ使えそうだったんでそのまま利用します。純正値だとフレームの端っこについていたんですけど、それを内側に持ってきてザクッザクッと穴を開けました。これでボルトを通してやればリアは OK ですね。いやーだいぶ形になってきた。ここまで来たらもうゴールは目前ですね。もう早く走らせたい。岩場をこうゴリゴリ走っていく感じを想像するとたまんないですね。よっしゃ、これでほぼボディマウントは完成ですね。あとはボディを乗せるだけです。いやー嬉しい。もう思ってたよりか変なことしなくても乗っかってくれたんで、もうとりあえず一安心ですね。いやーだいぶ内装はなくなっちゃったんですけど、いやーかっこいいな。もうこれハブが 7mm なんでホイールも選べる種類増えるし最高です。よーし問題ないかな。最終チェックします。くるっと回して、よしボディ乗っけてみました。いやー乗っかってるな。もう感無量ですね。いいスケール感だわ。もうスモールライトで小さくなってこの子に乗りたいな。よっしゃ次はアップデートパーツです。プロペラーシャフトですね。メーカーはインジョラでステンレスです。長さがフロントが 44.8 から 57mm、 リアが 66.8 から 98mm。 軽点用で探したけど売ってなくてサイズ見て買いました。次はベベルギアですね。メーカーはインジョラでギアが斜めになっているヘリカルギアです。フロント20ターン、リアが24ターンで前輪の回転が 20% 速い前かき仕様にしました。で次がギアボックスの中のギアですね。材質はスチールでできてます。でこれ動画的にちょっと黄ばんでて錆びてるっぽいように見えるんですけど、別に錆びてないんでたまたまこういう風に映りました。右が純正のギアなんですけど樹脂製なんですよね。で壊れにくいラジコンにしたいんでスチールギアに変えていきます。このギアボックスはサーボ切り替えの2速ギアなんですけど、何対何かまではちょっと調べても分かんなかったです。ローはトルクフルでハイは結構速いです。モーターはとりあえず純正でいくんですけど、まあ別に変えなくてもいいかなってぐらい使いやすいです。撮影しながら初めてギア組んでみたんですけど、もうすいませんグダグダです。もう順番間違えるし向き間違えるしでもうわけわかんなくなりました。もうそんなんで早送りします。もう早送りか分かるこのグダグダ感、もう悩んでんすよね。もう見てらんないんで飛ばします。なんとか組み終わりました。もうグリスでギットギトでしたね。これはひどい。よし次行きます。プロペラーシャフトなんですけど、このメーカーの焼きかっこいいですよね。外すとこんな感じになってます。でこのプロペラシャフト D カットされてるんですよ。もうこれがすごくいい。中で折れる心配ないんでこれが安心ですよね。よし取り付けてきます。ぶっ飛んで取り付け終わりました。ギアボックス側に刺さる方っていうんですかね、これつけました。もうこのステンレスのこの折れない安心感いいですよね。そしてこれって刺す方と刺さる方順番っていうか向きあるんですかね。誰か教えてください。お願いします。これ純正のベベルギア取るとこなんですけど、これ嬉しい誤算でメタルギアだったんですよ。もうこれ驚いてるとこですね。FCX24 はこのギア樹脂だったんですよ。もうますますこのシャーシ好きになっちゃいました。あとは何気にボールベアリングなのも嬉しいとこですよね。
これで標準装備はありがたいです。もうお買い得感が増えてきます。これが外した純正ギアですね。ちっちゃい方のギアに穴開いててボルトを通して固定するみたいです。ハウジングと挟み込むように固定するみたいですね。でインジュラの方はベアリングつけて押し込むような感じで固定するみたいです。いやヘリカルいいですよね。もうギア抜けしないんで安心感が違います。今これ乗せたとこですね。これガリガリしないかなと思って回してるとこです。結構ヌルヌルいい感じで動いてますよ。さあカバーを閉じてフロントもやること同じなんで飛ばします。でフロントなんですけど、これタイヤ戻した後にちょっと一つこだわりっていうか、これやった方がいいよっていうとこなんですけど、これ本来だったらこの位置からボルトをつけるんですけど、この位置からじゃなくて逆側からボルト締めてやった方がいいです。そうちょうどこの位置ですね。こっからボルト締めてやった方がいいです。これが違うシャーシのやつなんですけど、この位置からボルト打ってあるとステアリング切った時にぶつかっちゃうんですよ。それでちょっと打角が短くなるっていうか曲がりきれなくなっちゃうんですよね。で裏側につけてやればここの部分かわせるんで、これが今外した状態ですね。微妙にちょっと角度変わるんですよ。なんかどうせなら最後まで使わないともったいないなと思ったんでこういう風にやってます。これが比較したやつなんですけど、こうちょっとだけ気持ちちょっとだけ角度ついてるんですよね。ちょっと興味のある方はやってみてください。これはおすすめです。さあこの前と後ろでどれぐらい回転数が違うかを見やすくしたやつなんですけど、いやーこれ最悪ですね。前と後ろのベベルギアこれ間違えました。いやーこれ後ろ書きになってますね。うわーマジ最悪ですね。いやー帰ってきました。もう疲れた。前もやったんですよこれ。もう学ばないんですよね。でとりあえずここまで来れば一安心なんで、さあ次回は塗装して LED つけてあとは走らせたりできたらいいな。次回よろしくお願いします。